はい、こんにちは。元機関投資家トレーダーの堀江です。12月11日の夜にですね、米国の方で CPI の発表がありまして、その翌日の12月12日に収録しております。今回取り扱うものはですね、ダウとナスダックと S&P500、そして NVIDIA、金、ゴールドですね、あとインドの株価指数とドル円、そして最後に日経平均の話をしようと思っています。最後までご視聴いただければ幸いです。最初にダウですね、史上最高値更新が続いていたんですけれども、週足でですね、前の週の安値を割り込んで調整入りしています。再びですね、週足の方で上昇トレンドに復帰するためには、史上最高値の方をですね、再度更新してくる必要があるということです。S&P500 もですね、史上最高値更新が続いていたんですけれども、若干ですね、前の週の安値を割り込んで、調整に入ったんですが、現状すぐにですね、切り返して、下髭ということで、こちらもですね、史上最高値再度更新すれば、また週足で上昇トレンドに復帰ということになります。ダウとね、S&P500 は週足の方で調整入りしてるんですが、ナスダック100はですね、そうではなくて、上昇トレンドの推進派にいたわけです。で、昨日ですね、CPI 後に大きく上昇しまして、再度史上最高値の方を更新して上昇中という状況です。で、ナスダック100ですね、上昇が続いていますけれども、とりあえずの上値目処をですね、お伝えしておこうと思います。月足でですね、フィボナッチクラスターという考え方を使って上値目処の方をですね、考えると、で、どこら辺にクラスターあるかというと、ここら辺ですよね。フィボナッチ数が集まっているところ、ここら辺なんですけど、大体ですね、23,000ポイント前後という水準になっています。ですから、今ですね、現物の方、21,763ポイントなんですけども、あと5、6% 上昇すると、一旦ですね、上昇が終了する可能性があるということですね。で、このフィボナッチクラスターというですね、上値目処の計測の方法については別の動画の方で解説していますので、ご興味がある方はぜひそちらの動画の方をご視聴ください。で、ナスダックに絡んでですね、ちょっと NVIDIA の話もしておきたいんですけど、見ていただければお分かりいただけるように NVIDIA はですね、月足では上昇トレンドの最中なんですね。ですが、週足ではですね、このように上昇波動が実はすでに終わっています。こちらのですね、直近の週の安値でですね、少し割り込んでるんですね。ですから、週足の上昇トレンドは、一旦終わってるんですね。で、そこから切り返して戻ったんですが、今、下落してきています。そうすると、この後の展開としてですね、こちらの主要な安値ですね。131.8 ドルなんですけども、こちらの主要な安値割り込むと、週足の方で下落トレンドが発生してしまうんですよ。そうすると、この主要な安値の 131.8 ドルっていうのは、月足で見るとどの水準かというと、先月の安値ですね、11月の安値の水準にあるわけです。つまり、週足で下落トレンドが発生すると、月足の方では調整入りすることになります。週足で下落トレンドがね、発生することになるとすると、月足の調整がですね、結構長引く可能性があります。つまり、長引いて深く調整する可能性が出てくるわけですね。で、これをですね、買いのね、後期と捉える人もいると思うんですけども、すでにポジションを持っている人からすると、一旦ですね、深く調整する可能性もありますし、その調整が長くなる可能性もありますので、一旦ですね、そこでリグっておく。11月の安値のですね、131.8 ドルを割り込むような下落になった場合は、一旦ね、長期保有の方もリグというね、選択肢を考えてみてもいいかもしれないですね。で、NVIDIA もですね、過去に動画の方を作っておりまして、先ほどナスダックのね、目標値を考えたフィボナッチクラスターという方法論で、上値目処を考えたときに、一番目の目標が155ドルぐらいだったんですね。ですから、今、その近辺まで上昇してからの上髭になっていますので、一旦ですね、月足のレベルでの調整になってもおかしくないと言えますね。次、ゴールドですね。ゴールドはですね、月足の方で今調整入りしています。週足見ますと、一目金公表の基準線で下落が止まって、そこから戻っているという状況です。このままですね、高値の方を超えてくれば、週足で上昇トレンドが再び発生することになりますし、月足の調整も終了するということにはなるんですけども、この高値に届かず下落してしまうと、ちょっと厄介です。なぜかというと、今、現状週足の方ではすでに上昇トレンドの方がですね、終了してるんですよね。このような形で上昇してきたんですけれども、週足では主要な安値割り込んですでに上昇トレンドが終了して、現状はトレンドがないという認識になります。でそこからですね、一旦下落してから戻ってきているわけです。で、最高値を超えられずに下落して、週足のね、基準線でサポートされた安値を割り込むような展開になると、週足の方で下落トレンドが発生してしまうんですよ。現状、ゴールドは上昇しています。しかし、史上最高値に届かずに下落してしまって、
基準線でサポートされた安値を割り込むと、週足の方で下落トレンドが発生してしまいます。先ほどの NVIDIA と同じ状況ですよね。つまり、現状ゴールドはすでに月足で調整中なんですけど、そうなるとその調整が長引いてさらに深くなる可能性があるということです。ですので、このままですね、史上最高値を更新していく上昇になるのか、それとも史上最高値届かずに基準線でね、サポートされた安値を割り込む展開になるのかは、非常に注意深く見ていく必要があるということです。はい。で、次、インドのセンセックス指数ですね。で、こちらはですね、月足の上昇トレンドが終了した状態になっています。で、今そこから戻ってます。で、戻ってるんですけども、ここはですね、先ほどの NVIDIA やゴールドよりも非常に重要な局面です。なぜかというと、月足のレベルでもし史上最高値を再度更新することができずに、直近の主要な安値、つまり11月につけた安値を割り込むと何が起こるかというと、このような形で月足で下落トレンドになってしまうんですよ。月足の下落トレンドが発生してしまう可能性が今出てきています。そうすると非常に大きな下落になってしまう可能性がありますね。例えばですね、ナスダック100も過去にですね、大きくこうやって下落トレンドが発生して下落していったことがありましたよね。そうした局面にですね、今インドのセンセックス指数がなるかもしれないという状況ですので、ここはですね、注意深く見ていく必要があります。月足のね、下落トレンドが入った時にショートをね、狙っていきたいと思っている人は、ここ注意深く見ていった方がいいですし、またすでに買いポジションをね、ずっと持ち続けている方もですね、さすがに月足の下落トレンドが始まるときは、一旦ですね、リグっておいた方がいいんじゃないかなと思いますね。はい。で、ドル円相場ですね。ドル円相場はすでに何回か動画で申し上げている通り、月足のですね、円安トレンドの方は終了しているんですよね。で、現状トレンドがない状況になっています。週足の方でもですね、このように円安トレンドが起こっていたんですけども、円高の方に進行したことで直近の主要な安値を割り込んだため、週足の円安トレンドが一旦終了しています。で、ここからがやはり重要になってきていまして、現状ですね、月足の方ではトレンドがないと申し上げましたが、週足でもトレンドがないんですね。ということは、つまり、今ですね、この高値ですね、11月11日の週につけた156円75銭の高値を超える上昇になると、週足で再び円安トレンドが発生していくことになりますし、そうではなくて、ここから円高が進んでですね、12月2日の週につけたこの主要な安値、148円64銭をですね、割り込むような下落になった場合というのは、今度は週足の円高トレンドがですね、発生することになります。あくまでも週足というレベルですが、月足の方では、このまま下落してもですね、週足で下落トレンドが発生した段階ではまだ月足ではトレンドがないという状況ですので、非常に大きな円高進行になる可能性は、週足の円高トレンドが起こった段階ではまだ考えることができないんですけれども、週足の方で一応円高トレンドが起こるということは、月足でもその後ですね、円高トレンドになっていく可能性が残されている局面ということです。ですので、ここもですね、注意深く見ていく必要があります。一方で、現状月足ではトレンドがない状況ですので、週足の方で申し上げたこちらの高値ですね、156円75銭を抜けるということは、月足の方では実は円安トレンドが発生することになります。こうですから。なので、週足の方で円安トレンドが発生するポイントというのは、月足でも円安トレンドが発生するポイントですので、このままですね、円安が進んでいくかどうか、あるいは円高が進んで週足の円高トレンドになるのかっていうのはですね、非常に注意深く見ていく必要がある状況ということになります。でそれによって日経平均先物のですね、動向も大きく左右されていくと思うわけですね。では最後に日経平均先物について見ていきましょう。はい、では日経平均先物なんですけれども、日足のチャートはですね、ずっと三尊天井になるかどうかっていうことが継続してるんですよね。こういうふうに日足では三尊天井になりかけていたわけです。でなりかけていたんですけれども、このネックラインをですね、結んだサポートラインにですね、しばらくずっとここら辺サポートされてたわけです。でそこから今戻ってるという状況なんですね。戻ってるんですけれども、今ですね、12月12日のナイトセッションの最中なんですけれども、結局ですね、昼の時間帯では三尊天井否定となるですね、高値である10月15日の高値4300円をですね、超えることができず上髭となっています。ここからですね、また再び売られてしまうと、結局ですね、三尊天井になるかどうかっていう話になってくるんですよね。位置的にはですね、三尊天井否定となるこちらの高値の4300円が現状では近いと
いう状況なんですけれども、なかなかですね、やっぱこの価格帯4万円がですね、迫ってくると、上値が重いっていうことがですね、やっぱずっと続いているので、なかなかこうちゃんとですね、明確に抜け切ってみないと、今確かに距離が近いと言ってもわからないということなんですね。引き続きですね、三尊天井を形成するかどうかっていうことの確認待ちということで、もうね、2ヶ月以上ですね、こうレンジが続いてるんですよね。どちらかにね、抜けていくのを確認するのを待つだけという状況です。ですから、この間、3万8000円からですね、4万円ぐらいの間の上下動っていうのは、本当意味がない上下動だということですね。はい。今回の動画いかがでしたでしょうか。面白かったと思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いいたします。では引き続きトレンドしっかり見極めて儲けていきましょう。